いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。魚たちの生活に大きな影響を与えている潮汐は、釣りにおいても大きなファクターとなります。潮が動けば魚が騒ぐ。今回はそんなイメージで語られてきた潮汐と釣りとの関係をさらに深く切り込んでみましょう。潮汐の理解は好調への近道なのです。本日の結論です。潮を知れば釣果が変わる。本日の目次です。潮を制する者は釣りを制する。潮汐が敵か味方かは釣り人次第。釣れる潮と釣れない潮。潮汐を味方につけるための武器。それでは順に見ていきましょう。潮を制する者は釣りを制する。地球上に海が誕生してから潮汐はその生命活動に大きな影響を与えてきました。この潮位変動にうまく対応し、成長や生殖に利用する術を得た生物だけが生き残ってきたということも言えるでしょう。淡水魚でも産卵のタイミングなどで潮汐への同調が報告されており、海中に限らず地球上の多くの生命がその支配を受けているのは間違いありません。釣りに対しても同様で、その影響や深い関係に異論を挟む釣り人はいないと思います。その理由や背景は多くの先達によって様々な解明や解説がなされてきました。潮汐によって生物全体の活性が左右される原因とかなりの部分で重複しますが、釣りならではの背景も存在します。それは釣り竿の確保や仕掛け操作の難易度など、魚の生態や行動には直接関係のない釣り人サイドの都合が存在するからです。地合という言葉もよく耳にしますが、これは魚の杭が立ってよく釣れる時間帯やタイミングを指す釣り用語です。これには天気、魚の回遊、明るさなど様々な要素が関係していますが、潮汐が特に強く影響していることは言うまでもありません。肉食魚の場合、群れの中の一尾が何かの拍子で餌を取ると、それに刺激されて全体が急激に食いモードに入ることもありますが、ほとんどの魚で地合は環境的な要因が強く作用しています。さて、潮汐と釣りの関係を魚の生態や生理に関する側面から考えてみましょう。潮が効いている、つまり水がより動いている方がよく釣れるという説は多くの先達に支持されてきました。その背景には海水の動きによって魚が必要とする餌や酸素が十分に供給されるようになり、結果として餌付きも活発になるという考え方があります。魚たちの節事行動に対する潮汐の影響は釣りに大きな貢献をしてきました。プランクトンの類は別として、多くの餌となる生物は自身が餌である前に一つの野生動物だから、魚に見つけられやすい場所でうろついたり、無警戒な姿でおいそれと登場することは少ないです。普段は障害物に隠れていたり、気配を消して息を潜めているため、魚もそう簡単に餌にありつけるわけではありません。しかし、潮汐で強い流れが生じると、プランクトンはもちろん、遊泳力の劣る稚魚や甲殻類などは流れに翻弄されます。また、潮の流れに負けない小魚であっても、潮汐の影響で活性が上がって運動量が増え、より広範囲に動くようになります。そうなると、魚の目にもつきやすくなって捕食される可能性が高くなるのです。こうして水中のあちらこちらで魚の節事行動が積極的になり、針についた餌にも食いやすくなるわけです。酸素の溶存量と潮汐の関係も見逃してはなりません。通常、液体中に溶け込む気体の量は温度と反比例するので、液体の温度が上がれば上がるほど気体はその中に溶けにくくなります。酸素も例外ではなく、寒い季節には海や川、湖に溶け込みやすいですが、暑い時期には溶存量が少ない傾向にあります。そのため、晩春から早春までの高温期では、潮汐による水の動きやハローが水中へ送り込む酸素の意味合いが大きくなり、結果として魚の活動にも強い影響を与えることになるのです。潮汐が敵か味方かは釣り人次第。
さて、もう一つの側面として、釣りという行為自体への潮汐の影響も考えてみましょう。例えば、水位が変わるということは、釣り場が物理的、地理的に変化するということも意味しています。干潮になれば、それまで水中深くに沈んでいた岩などの障害物が水面上に現れたり、水面近くに位置するようになります。逆に満潮になれば、浅場だったところが深みになったり、大気中に露出していた障害物が水中で魚たちの隠れ家になってきます。また、満潮や干潮でそれまで図書できていた場所に行けなくなったり、逆に可能になったりもします。磯などではより沖に出られれば、それまで届かなかった沖目のポイントや回遊魚に手が出せるようになりますし、何よりも普段手つかずのポイントで警戒心のない魚にアプローチすることができるようになります。その一例が房総半島のルアーフィッシングです。我が国におけるソルトウォーターのビッグゲームが試みられ、発信されていったこの一帯の沿岸は、比較的平らで複雑に入り組んだ磯場が沖に向かって伸びています。湾内や河口でマルスズキを中心に発達したシーバスフィッシングが、ここでヒラスズキという新たなターゲットを得て、よりストラクチャーを意識した大型のテリトリアンならではのエキサイティングなゲームとして進化していったのです。この周辺は潮が満ちている時には人の身の丈ほどあるような深い潮だまりや深く切れ込んだ溝などが阻んで、遥か先にある磯端まで出ることが難しいです。しかし、干潮の時間帯を選べば、チェストハイウェーダーやウェットスーツをつけて磯端まで出ることができます。パイオニアたちはタイドグラフとにらめっこしながら、こうして巨大なヒラスズキにアプローチしていったのです。釣れる潮と釣れない潮。海釣りファンの間では、古くから上げ7分、下げ3分という言葉が知られています。これは潮がよく動いて魚の食いが活発になるタイミングを表していて、潮位が干潮から満潮に向かって7割ほど上がってきた頃と、満潮から干潮に向けて3割下がった頃が潮位が高めで潮がよく動き、いい釣りを楽しめるという教えです。これには個々の地形なども関係しているので例外も少なくないですが、一つの目安としては知っておいて絶対に損はしません。一般論として多くの魚種で大潮から中潮にかけての上げ潮時が良いとされていますが、上げと下げのどちらが食うかというテーマは実に複雑です。ほとんどの場合、釣り場の地形が関係してくるからです。海底や海岸線の起伏によって上げ潮の方が潮が効く場合と下げの方が効く場合があって、魚の行動を左右しています。東京湾や相模湾の黒鯛釣りでは下げ潮がいいという話をよく聞きますが、これは内湾では地形的に下げの方が潮がよく動くからだと言われています。また、潮云々よりもその釣り場における水の動き方、潮の流れ方が重要だという説もあります。水の動きが大きいかどうかよりも、その動き方、流れ方の方が魚の餌付きには影響が大きいというのです。内湾の磯場などでは潮があまり動かないようなポイントであっても、流れ具合が良くなっていれば、波打ち際で生息している小さな水中生物がそれに乗って運ばれていき、魚たちの食い気を刺激するからだといいます。さらに小潮周りは釣れないかといえばそう簡単な話ではなく、潮が動きさえすればいいわけでもありません。横浜の野島防波堤の黒鯛釣りでは、あまりにはっきりと潮が動く大潮周りよりも、むしろゆっくりと穏やかに潮が動く小潮周りで大釣りが多いという話もあるくらいです。沿岸部では大潮時の干潮時には浅くなりすぎて釣りができないところも珍しくありません。もちろん潮が満ちてくれば可能になりますが、小潮であれば釣り時間を長く取ることができるという利点があって、あえて小潮に竿を出す釣り人もいるくらいです。また、魚の活性が上がったとしても、水の動きが強くなりすぎて、釣り自体がしにくくなる可能性もあります。例えば、軽い仕掛けでないと当たりが取れないような魚であれば、仕掛け自体が流されてしまうし、重い重りを使わなければそこが取りづらくなったり、ルアーを泳がせにくくなることもあるからです。
シロギスの投げ釣りでは潮の動きがあまりにいいと、当たりを待つ間やゆっくりと錆びくときに流れで動く海藻やゴミが引っかかってきて釣りになりません。沖釣りでは潮があまりに速かったり、二枚潮の時には糸ふけに悩まされたり、仕掛けをきちんとポイントに届けられなかったりします。いずれにしても潮は動きすぎない方がいいというケースもあることは覚えておきましょう。潮石を味方につけるための武器。潮石を味方につけることが好調への近道であることはこれまでの通りですが、そのためのベストパートナーとなってくれるのが潮時表とタイドグラフです。潮時表が干潮と満潮の時刻を数字で知らせるのに対し、その間の潮位の連続的な変化を連続的・視覚的に分かりやすく表したのがタイドグラフです。以前は潮時表が主役でしたが、最近はタイドグラフを使いこなす釣り人が増えてきました。例えば、ある干潮時から次の満潮にかけて何センチメートルくらい水位が上がるかが分かったり、ある時刻での大まかな潮位も把握できます。また、グラフの線の角度が急ならば潮の動きが大きいと予測できるし、緩やかであればその逆ということになります。先ほどの磯のシーバス釣りなどはタイドグラフがなければなかなか成立しません。潮位が下がって徒歩で磯の先端まで出られるようになる時刻や、逆に磯端から戻ってこられるギリギリの時刻を見極めるには、タイドグラフに記された兆候が不可欠だからです。同じようにメジナやクロダイなど磯場に立つ釣りでも強い味方になります。潮時表やタイドグラフを使って潮石を釣りに活用する場合に気をつけなければならないのが、出かける釣り場にできるだけ近い地点のデータを利用することです。潮の動きは地域によってかなりの差があります。さらに同じエリアの中でも地形や波浪による影響で数値通りに変化していかないこともあるので、十分に余裕を見て行動しましょう。潮石や月の動きが淡水の生物にも影響を与えていることはよく知られていますが、釣りにおいてもその関係は軽視できません。バスアングラーの中には大潮にビッグフィッシュが釣れたり、数釣りを楽しめると考える人が多いし、鯉釣りファンにも同様に考える人は少なくありません。琵琶湖や霞ヶ浦などの太古ではその傾向が強いですが、小規模な河川・湖沼でも経験的にそういった信念を持つ人はおられます。遠い昔に海洋から離れた私たちの誕生や死でさえ潮石との関係が語られるわけですから、未だに淡水魚が支配されているとしても不思議ではないでしょう。いかがだったでしょうか。潮は生命の鼓動であり、釣りの成否を左右する大いなる力です。満ち引きが生む水の流れは、餌を運び、酸素を送り込み、魚たちの活性を高めます。逆に潮が止まれば、魚影はあっても口を使わず、忍耐を試す静かな時間となるでしょう。しかし、その変化を知り、読み解くことができれば、潮は敵ではなく最良の味方になります。潮時表やタイドグラフを手に、自然のリズムを感じながら竿を出す。そこには魚との駆け引きだけでなく、自然と一体になる喜びがあります。潮を知れば釣りは単なる娯楽を超え、深い学びと感動に満ちた時間へと変わるのです。これで潮石と釣りは完結となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。